こんにちは。チキチキバンバンマリコです。しもです。はい。私たちはこちらの元救急車を購入して2年かけてキャンピングカーに DIY していました。でその後約1ヶ月間北海道に行ってたった今帰ってきたところです。はい。でその1ヶ月ね実際に使ってみて、結構使いづらいなとか不便だなって思うところがたくさんあったので、今回辛口レビューをしながら、私たちのこの車をルームツアーしたいと思います。はい。実はね動画を撮る中では結構隠してた部分とかもあるので、ちょっと出すの緊張するんですけど、なんか参考になったら嬉しいなと思っています。はい。それでは行ってみましょう。はい、こちらが私たちの家の玄関です。はい。よいしょ。いつもここで靴を脱いだらこの靴掛けにかけてます。2人分あるんだよね。ね、いつもがこっち。ただねここ実は靴2足持ってきてるじゃん。いつもはこっちに雨用のスニーカーが入ってて、そうなの。こんな感じになってんだよね。でこうやってでもチモのもこっちにこうやって置かれてます。はい結構ね靴が邪魔だなって思うことがある。あるね。意外とさこの靴がさ下の方まで来ちゃってこっち側置けないんだよね。そうそう、置けない場所もちょっとねミスったね。ミスったね。あと玄関には傘立てもあります。これは結構気に入ってるね。使いやすいね。ちゃんと2本あって、で下は外れるようになっています。だからね結構雨降った日とかここに水がたまるから、そういう時はこれを外してこうやってピシャピシャって捨ててます。でいつもはこのプライベート空間にするために基本的にこのカーテンを閉めてたりします。これすごいね、間に合わせで作ったんだけど意外といいね穴を開けて、こっちはタイルの上のところに引っ掛けてるだけ。入り口にはこんな端材で作った棚があります。はい。ここなんか最初の方はあんまり活用できてなかったんだけど、後半はここにマスクケースとティッシュを置くようになってからすごい便利になったね。謎にマスクケースさ最初窓際に置いちゃってて、なんかすごい出しにくかったよね。一回上がって取ってって感じだったけど、外から手を伸ばせば届くところにマスクがあります。はい。あとねもうこの辺は結構適当で防犯ブザーとかと歯磨き粉、2人でこれ兼用なので、必ず使ったらここに戻すっていう感じでやってます。このティッシュケースさ、このままね走るとさ隙間があるから、こうやって倒れちゃうよね。やっぱりちょっと細長いものを入れるには向いてない。おしゃれなケースでさ、この辺とかにいいね。便利だし可愛いし、ちょっとティッシュは考えたいね。よく使うしね。ここに結構撮影機材とか置いてあったら便利だなと思ってこの棚作ったけど、意外と入らない。そう意外と厚みもなくてそうなんだよね。思ったほど入らなかった結果ちょっとビール入れになりましたでこっちが水道になってます。でこの水道設備はデザインとかめっちゃくちゃ気に入ってて、このシンクがすごい深いから実際使いやすいと思います。じゃあちょっと一回使ってみます。こんな感じです。この編集では音の調整をせずに今お届けしたんですけど、めちゃめちゃうるさくないですか？めちゃめちゃうるさい。ちょっとこのモーターもちょっとできれば変えたいね。振動がねすごい板を伝わっちゃってものすごいうるさい音が出るのがバッドポイント。あとさ、ちょっとこれは私たちのミスなんですけど、まずねここに今ゴムがあります。はじめゴムなしで運転してたら、もうここがバーンって坂道で開いて、バーンって出て危ない。めっちゃ危なかったよね。水まき散らすかと思った。ローラーキャッチだけで止めたんですけど、やっぱ全然ダメだったね。ロックを考えなければいけません。で私たちこの
給水タンクと排水タンクがこう引き出せたら便利なんじゃないかなと思ってこの形にしたんだけど、180度開かない扉になっちゃってるせいでそんなに取り出しやすくはないんだよね。扉邪魔だよね。めっちゃ邪魔これ。その向きになんでしちゃったんだろそう。う。見せたくないところも全部見せています。恥ずかしい。綺麗に動画撮ってたのにね。ねえ。はい。じゃあ次にこのキッチン紹介します。はい。まず一番最初に言わなければいけないのは、ここもさっきの棚と一緒で走行中に棚がめっちゃ出ます。そう。みんな踊ってる。悲劇だよね。なんかもう。もうちょっとね、やっぱこのローラーキャッチだけで止めるっていうのは、もうキャンピングカーでは絶対ダメ。ってことが分かりました。はい。なのでこんな感じで全員をこう縛ってででもこの状態だとまだ全員で一緒に開いちゃうから、こういう感じで隙間なく埋めて、ね、下の棚が出てこないので、上の棚とかもちょっと出るけど、ここら辺で引っかかる感じでやってます。言っちゃった言っちゃった恥ずかしい。これはね、もう帰ったらいち早く回収したいところの一つ。そうだね。絶対に変えたい。ね。はい、じゃあここから開けていきます。はい。まずこっち側は上に調味料立てと、あと下にマグカップとか細かい調味料とかが入ってます。はい。これもね、ここがあんまりちょっとね有効に使えてないなと思ってて、今もぐちゃぐちゃなんですけど、こういうねちっちゃい瓶たちの入れる場所、本当は上に作ろうと思ってたんですよ。そうそうそう。ここにこう作りたかったの。だけど、まあちょっと間に合わなくて。ここ謎のスペースだよね。全く使われてない。もったいない。ね。せっかく開けたのに。まあなので、帰ったらここにちっちゃい調味料立て作りたいね。いいとこはこれは使いやすかった。この瓶のジャストサイズに穴を開けてます。やっぱりこうすることで走行中の音とかも全然気にならないし、取り出しやすい。設計上ちょっとミスったのは、この奥の2つがちょっと取り出しづらい。そうだね。ちょっと奥に行き過ぎちゃった。そう、実際は使わないやつが置いてあるんだけど、やっぱちょっと使いづらいかな。出せないことはないけど、ちょっとストレス。じゃあ、ここはカトラリーボックスです。ここはね、結構使いやすい。確かに。もう最小限の高さでいろいろ入るようにできてるかなとは私的には思ってます。そうだね。ちょっと飛び出ちゃうんだけど、ちょっと合ってないんだけどいい感じです。閉まるからいいのよ。そうだ、閉まればいい。じゃじゃん。2段目は食器とご飯釜が入ってます。私たち普通に陶器のお皿いっぱい使ってたんだけど、全然大丈夫だったね。これとかね、全然大丈夫そうだった。ね。一応ね、大きいお皿にはこういう緩衝材みたいなものを挟んでるんですけど、全然割れそうにはないよね。実はですね、この2つは瓶なんですけど、私たちはピクルスとかを作りたくて、この瓶をわざわざダイソーとかで買ってね、持ってきたんだけど1回も使われてます。ピクルスはね、現地で作るものじゃなくて、家で作って持ってくるものなんだなって思いました。本当にその通り。今度からはそうします。ここはなんか大きいもの入ってます。ちょっと今上に出ちゃってるけどフライパンとかも入ってます。ここにね、もうね入りきらなくなった調味料たちもちょっといます。確かに。結構雑多な感じだね。雑多です。で、上はここはリモコンとか配線が入ってます。で、ここなんですけど、ここね、布巾干しを作ったんだけど、実際全然使ってないよね。ねえ、そうなんだよね。布巾かける時って大体さ、ご飯作りが終わった後じゃん。で、そういう時って絶対ここが出てるんですよ。なんか通りづらい。入れない。って感じで使われなくなっちゃいました。ねえ。頑張ったのにね。結構頑張ったよね、地味に。こだわりポイントだったんだけど。ここはもう普通の引き出しに変えちゃおう。そうだよね。なんか物が入る方が便利だと思う。ね、そう思う。
でここは IH なんですけど、うんすごいこれは取り出しやすくて気に入ってます、うん。で大問題の冷蔵庫です。はい。実は私たちはこの冷蔵庫を使っていません、はい。というのもうん理由は3つあって、うんまず1つ目に、うん電気が全然足りない。うん。ずっとポタ電につないで使おうとするとかなり電力を消費しちゃいます。はい。 10時間で半分なくなるかなぐらい、うん。だからね、もうずっとつけとくっていうのが無理でそう使わなくなっちゃったね。そうで2つ目がうん排熱の問題、うんうんでこれは作った時に結構多くの人にね指摘されたんですけど、この冷蔵庫がすごくぴったりなサイズうんで入ってるんですよ。うんでサイドにこういう風に熱をね、うん逃がすファンがうんついてるんですけど、うんここがぴったり壁に当たっちゃってて、すごい中が熱くなっちゃう。そうね、そうなるとね、もう冷蔵庫の中も全然冷えないんだよね。これはもうどうしたらいいか。ねえ、どうしようね。これは本当に一番の失敗かもって感じかも。ね大問題だよね。ジャストサイズに作るのがかっこいいと思ってたけど、ね耐熱のことまで考えてなかった。え。ねで最後にうん3つ目、え。はい。まだ問題ありますまだあるのかい。実はこの冷蔵庫をポータブルバッテリーで使うためのシガーソケットの先端を割ってしまいました。はい。これ配線がごちゃごちゃ。あ、いた。あー、先端が完全に割れちゃいました。いつの間にかに割れてた。で今出したけど、うんこの辺の配線類もすごく探しづらくて使いづらいです。そうなんだよね。やっぱり全面にこうケーブルを刺さないといけなくて、うん。でしかもそれぞれのスイッチがないんだよね。もう DC オン、なんかうんうんうん DC 全部オンになっちゃうから、うん使わないやつは抜くみたいなうん風にしてるせいで、うんうん。ちょっとねごちゃっとなっちゃうんだよね。そうそうそう。ライトとかってこういう風に光っちゃうから、うんなんかこれだけでも電力食うから、うんそれさえ嫌だ。うそのぐらい電気が足りない。ん。ね。うん。そう。もう綺麗。ね、ここすごいこのデザインは気に入ってるよね。うんうんすごい明るくてうんいいデザインだなと思います。うん。ただね、ここに物を置いとくとすごくやっぱ走行中にって言っちゃうから、うんこうやって100均で買った滑り止めのシートを使って落ちないよううん。うん。にしてます。でもこれめっちゃ優秀だよね。これすごい。ただ見た目はそこまで良くない。うん以上、キッチンでした。はい。いい景色になってきた。ね。暗くなってきたね。ちょっと後ろのライトもつけるあー、つけてみよう。ねとか言って探さないといけないんですよ。そう、外しちゃってるからね。これかな？それっぽい。光った？あ、光った。あ、ああやって青く光ります。はい。おー、いいね。ベロン。ここはさっき見せたようにこうテーブルがあるんだけど、これ結構気に入ってます。うんうん。うん。この対面でね、ご飯が食べれるのすごいいいよねね。、いい。なんですけど、ちょっとね、一つ気になるのが、ここがね、すごい狭くて、そうなの通れないんだよね、このままだと。ちょっとね、こうやって、こう、しないとうん。出入りができないっていう感じになってます。ここにね、いっぱいずらーって並んでる時とか、うん全部ちょっとこっちにこう、お皿を避けて、うん。こうして、こうするみたいな感じで、ちょっと不便。うん、かなり不便だよね。だいぶ不便です。ねで、ここの引き出しなんですけど、もともとここパソコン入れのつもりで作ったんだけど、うん。実際あんまりパソコンは入れてないね。うん。やっぱね、うんここのスペースって、うんベッドを作るとうん隠れちゃって取り出しにくくなっちゃうのうんうんうんで、パソコンすごいよく使うから、う不便なんだよね。ん。ね。これはなんか、それぞれのただの収納になってます。なんか、それぞれのっていうか、ここは、思い出ボックス。確かに。兼私のなんか収納みたいなうん感じになってます。はい。ここは私たちのそれぞれの洋服が入ってます。うん。これはどうだった？うん。そそんんな。な悪くない。なんかたまに走行中で全部出てる。こんな感じで。あれって。しまい忘れたって感じになってます。ねちょっとね、ロックしたい。ねこのサイズ感とかも結構良かったとは思う。そうちょうどいい。
でなんか広すぎても多分落ち着かないし、うんうん。あとこの後ね出すベッドの荷重的にもあんまり広げたくないなっていうのもあったし、座り心地はめっちゃいいです。うん。5センチ。5センチ。しっかり厚みのあるうんマットレスを使ってます。うん。めっちゃいいこれは。ここさ、最後にさ、ちょっと座面の幅をさ広げたじゃん。うんうんうん、うん。あれが本当に良かったけど。ああ、もともとここまでだったんだよね。そうだけど、うん、最後の最後に5センチぐらい広げて、うん、本当に座り心地よくなった。じゃあいつも通りベッド作ります。はい。このベッドなんですけど、うん展開はすごい楽で良かったなと思います、うんうん、私たち電動とかさしようかなって思ってたけど、実際楽だねこの手動が。絶対手動でよかったね。ちょっとね難点なのが、うん、8センチのマットレストッパーを使ってるんですけど、ちょっと薄くてやわすぎたなと思います、骨を感じます背中に。なんかずっと寝てるとねすごい腰が痛くなってくるね。最初ちょっと寝てみた時はすごいいいって思ったんだけど、私も毎日寝ると、これじゃ物足りないね。やっぱり同じ場所に毎回乗るからさ、多分そこだけ下手ってきてるんだろうね。そうかも。あとはこのサイドがねちょっと隙間が空いちゃってて、そうここがもったいないね。まだ骨があるのに、マットレスはここで終わっちゃってるっていう。そこまでマットレス欲しいなって、そうしたらもうちょっと広くなるし、冷気とかも来ないだろうね。やっぱ既製品のものを使ったんだけど、オーダーすればよかったなって思ったり、でもやっぱ高いんだよね。高いんだよね。この後のね快適な睡眠のために投資してもいいかもね。で結構北海道寒かったんですけど、もう最低2度ぐらいまで行ったかな、夜だったんですけど、もうギリギリこのぐらいの布団量で行けましたね。すぐ体温で温まって、そうそうそう、ね、全然寝れました。ただ一つこれがねシングルの布団なんですよ。寝る瞬間はもう2人ともピタッとくっついて大丈夫なんだけど、片っぽが寝返りとか打ったらてか寝返りが打てなくて、めっちゃ辛かった。なので、この布団は縦じゃなくて最終的には横にして使われてました。で出てる足のところだけ、なんか毛布かけたりとか、あと自分の上着かけたりとかそれが一番ベストだった。ねえ、めっちゃ快適になったよね。寝返り打てるようになった。寝返りが打てるの本当に快適ね。セミダブルもしくはダブルぐらい欲しいね。この隙間を埋めて、かつ布団も大きくしたいですね。でこれがプロジェクターで、あっちにそのプロジェクターのスクリーンがあるんですけど、ここ開くとこうやって、実はねこれ北海道中一度も使ってないんだよね。使ってない。というのもちょっとね、やっぱり私たちの車電力が本当に不足してて、なんかこれを充電するのももったいないみたいな感じだったんだよね。本当にその問題の電力見てよ。待って、めっちゃ綺麗。本当だ。本当だ。すごい。めっちゃ綺麗。いつの間にかにこんなに日落ちちゃったね。じゃあ何回も出てきてる我が家の電力の問題についてなんですけど、私たちが持ってるのはこの2つのポタ電です。でこっちが2000ワット、でこっちが537ワットになってます。これらの充電に大きな問題が実はあるんです。キャンピングカーのバッテリーの充電方法って多分4つぐらい主にあると思うんですけど、外部充電、ソーラーパネル、走行充電、カーチャージ、多分この4つなんですけど、まず上の子は外部充電、ソーラーパネル、カーチャージがいけます。走行充電がありません。で下の子は、なんと外部充電しか今できない形になってます。でもともとはソーラーパネルでね充電したいなってずっと思ってたんですよ。
なんだけどソーラーパネル上についてるやつの発電の電圧数が低くて、これを充電できるのが 35V からなので、そこまでね達してないです、はい。頑張っても 20V 出るかなぐらい、でカーチャージの方もできることにはね、できるんですけど、車のシガーソケットまでの距離が遠すぎて、このコードが見つからず、今はできてない状態、シガーソケットの延長コードみたいなのをね探したんだけど、見つからなかったんだよね。そう結構探したよね。でまあこれ27キロもあるから、動かすのは嫌じゃん、当然。でこっちの子は、まあ走行充電以外はいけるんですけど、なんかこれだけだとね、全然足りないんだよね。ねえ IH 使ったら一瞬で20分とかでね、終わっちゃったもんね。これ充電をフルにするには電源付きのサイトに行くしかなくって、でもそうそうね行けないからやっぱ高いし、なのですごく節約して電気を使ってるっていう感じです。そう電源付きサイト結構まあ振れ幅あるけど3000円から5000円ぐらいするんだよね、基本的に。高いやっぱり。あと走行充電があったらやっぱ走ってる時とかにももっと充電できると思うし、サブバッテリーの導入も検討したいなと思ってます。はい。まあ充電できればこれ容量足りるかもしれないしね、ちゃんとソーラーとかもね充電できるようになれば。そうだね、もう本当に自家発電ができなさすぎて、全然ね足りなかったね。そうなんまさかこんなことになるとということで辛口ルームツアーでした。まあでもね今回はちょっと使いづらかったことを中心にちゃんとお見せしたんですけど、実際この1ヶ月半思ったよりも快適に過ごせたよね。そうだね、なんか自分たちで作って不安なところって結構たくさんあったけど、なんだかんだちゃんと車中泊できたからそこは良かった。やっぱりもうこのデザインはすごい今も気に入ってるから本当良かったなと思います。はい、まあ、一旦次の旅に出る前に今言ったいろんな問題点を直していきたいなって考えてます。はい、ちょっと全部は無理かもしれないけど、やっていきたいね。より快適なキャンピングカーにしていきたい。はい、ということで今後の DIY もその後の旅もぜひ楽しみにしていてください。はい、今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。